はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。はい、今回のレビューは、KZ-ZA12 ハイブリッドモデルです。12ってことは、ドライバーが片側に6機ってことだよね。そうね。さすが KZ さん、いろんなドライバー構成でラインナップの充実を図っているのね。DG イヤフォンズさんが独占代理販売権を獲得したようで、Amazon で引用からの販売になっているわ。で、いつものように送ってもらったってわけね。そうよ。外観や内部に KZ の他のモデルの技術を応用している雰囲気で、まずそのあたりから見ていこうか。はい、そうしましょう。ではまず外観から。デザインは KZ ソナタに雰囲気が似ていて、大きさはソナタよりちょっと小さめです。エアフロー調整のホールがこの部分のようで、フェイスプレート側にはないので、音漏れの心配はほぼないでしょう。最近の KZ のモデルって黒をベースにしたものがほとんどだね。確かにそうね。空張りがないのは不人気色による売れ残りを防ぐ意図もあるんじゃないかしら。ああ、なるほどね。サイズはちょっと厚みを感じるかなぐらいなのと、片側 8.2g で少し重めです。ミミーちゃん、価格はご覧の通りで、クーポンがついてる場合、6500円ぐらいになるよ。チューニングスイッチありとなしバージョンがあるんだけど、価格が100円しか違わないから、チューニングスイッチありバージョンを買っとけばいいんじゃない？そうよね。2DD プラス 4BA のチューニングスイッチ付きで6000円台っていうのは高くは感じないわね。昨年出た KZ の DD プラス BA のハイブリッドモデルで、手元にある3モデルを軽く振り返りながら ZA12 と比較してみた。左から発売順に時系列で並んでるの？そうだね。4BA っていうのは ZS10 Pro 2があったけど、 KZ のラインナップで 2DD プラス 4BA は今までなかったんじゃないかな。 DD はこの3モデルの比較よりキャスターオリジナルの 8mm と 10mm のコンビネーションに似ていて、ドライバーの配置はキャスタープロのように少しずらした感じになってる。 BA はどうでしょうか？この3モデルはニコイチの31736が2セット搭載されているのが基本で、この2モデルはノズル部に30019がプラスされて合計 5BA。 それに対し ZA12 はニコイチの31736が1セット、30019がノズル部と31736の横に1個ずつの配置となり、微妙に違う仕様になってるわ。なので冒頭で触れた通り KZ の他モデルの技術を使いつつ、今までになかったモデルを出してきたってことだろうね。チューニングスイッチもちょっと機能が違うみたいじゃん。そうだね。 ZSX Pro はもともとスイッチないから、この3モデルの比較だけど、他2モデルが低域3ステップ、高域1ステップのリデュースドに対し、 ZA12 は低域2ステップ、高域2ステップの調整幅で 2DD モデル、キャスター系の調整幅と同じ仕様。へえ、ってことは、もしかして ZA12 は高域に強いのかな？はい、ということで ZA12 のスイッチパターンの波形です。おや、低域を2ステップ上げても広域寄りのバランスじゃん。さらに広域が2ステップで上げられるのか。これ完全に広域好きな人向けじゃない？そのようだね。先ほどの他3モデルで低域を一番出した状態の比較がこれ。広域はスイッチ入れてないから似た感じだけど、低域は明らかに弱い。低域側のスイッチを入れない状態だと ZS10 Pro 2や ZS12 Pro X と傾向は似てるけどね。じゃあサウンドチェックで確認してみようよ。そうしよう。 ZA12 と ZS12 Pro X、 そして ZSX Pro の3モデルで比較。ZS10 Pro 2は ZS12 Pro X と傾向が似てるからやめたんですか？そう、スイッチパターンはこれでいくよ。 ZA12 はスイッチオールオフとオールオンの2パターンを収録。音調整の基準はちょっと迷ったけど、低域が中間的だったから ZSX Pro。 イヤーチップ、ケーブルは上の通り。了解です。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。
レベルを合わせないで比較するのは珍しかったですが、違いは分かりやすかったです。収録音での印象はサウンドチェック内でコメントしているので省きますが、ZA12 の明瞭さがよく出ていたと思います。実況聞いた印象はどんな感じだったの？まず基本となるスイッチオールオフね。バスドラキックやタム系の量感は弱めだけど、波形で見るほど低域の弱さは感じなかった。もともと低域が強めなアルバムだとちょうどいい感じもして、ベースラインは綺麗で曖昧さが少ない。低域に飲まれないし、ボーカルが前に出やすいチューニングなので、ボーカル、メロディーは文句なしに聴きやすい。高域はシンバル系が前に出てきてちょっとうるさめ。空間は広く感じるし、低位感も左右いっぱいに使ってる感じで、中高域以上のクリアさもいい。中高域以上を中心に聞くにはいいと思うけど、自分の耳にはシンバルのうるささで聞き疲れが早く来るのは確かだな。いつものことかもしれないけど、この波形の通り対策の一つとしてメモリーフォームの効果はあったし、波形とも一致。それでも個人的にはちょっと高域を抑えるには足りないけどね。確かに空間の広さを実感しましたし、抑え気味の分低域が綺麗でしたね。次のスイッチ1100は低域を2ステップ持ち上げた状態。やはりこのぐらい低域があった方がバランス的には落ち着くと思う。先ほども触れたけど、低域の曖昧さが少ないと感じるのは 2DD の配置を含めた成果もあるんだろうね。ここから先は広域を持ち上げる系だね。そう、0011は中高域以上を2ステップ持ち上げた状態だけど、さすがに低域不足に感じるので自分的には使わないセッティング。スイッチオールオンにして低域を出してみたけど、1100のセッティングでも広域、シンバルが強く感じたので、これも使わないだろうな。実機での聞き比べでチューニングスイッチ付き3モデルでは波形通り広域が得意なのは ZA12、ZS10 Pro 2、ZS12 Pro X の順で、あとはお好みで選んでちょうだいっていうことで、 KZ のハイブリッドモデルは盤石体制なのかね。この中で ZSX Pro はどんな感じなの？低域のこの辺りとか広域はこの辺りを抑えた分スッキリ感が増し、ボーカルの帯域にアクセントがあるんでちょっと別の系統って感じだけど、スッキリ感を求める人にはいいと思うよ。なるほど、さすが KZ さんですね。 ZA12 が6000円台なら買いですかね。もちろんこの傾向が好みなのが前提だけど、聞いてみた感じは結構良かったんで高いとは思わないな。視聴者さんの手持ちのハイブリッドモデルと被らないんなら買っといてもいいんじゃないかな。そうですよね。じゃあ買っときます。はい、ということで KZ の 2DD プラス 4BA ハイブリッドモデル ZA12 のレビューでした。じゃあまた次の動画で会おうね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。 MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。